はい、ブレーキフルード漏れもなかったようです。タイヤもつけました。これから久しぶりにタッチダウン、地面に着地予定です。I don't think we need the jack stand anymore, do we? I need a jack stand. Oh, it's so low. 今日エキゾーストが取り付け終わりました。からこう入って、こんなですね。ハーネスを家の中で広げてみました。で、気がついたのがこのエアフローセンサーですね。ファイアウォールのパススルーというか、パススルーの出口からだいたいここまで、100センチ、38インチぐらいかな、なんですけども、これ約倍の長さが必要です。こいつを全部ずっとばらして、反対側出口、ここですね、こいつからもう出そうかなと思ってます。もちろんケーブルの延長は必要なんですが、そのぐらいしないと、マスフローセンサーのこのコネクタ、ここが届かないということが分かりましたというか、気がつきました。なのでハーネスをちょっと大改造します。はい、ハーネスの作業をしてます。このエアフローセンサー、もともとここから出てきてたんですけども、もうここの穴を通してずっとこっちの逆の穴から出すようにしました。このマスフローセンサーですね。こんな感じです。で、十分の長さ今ありますね。こんだけ長さがあれば、新しいマスフローセンサーというか、そうですね、エアフィルターとかのところまで届くと思います。ただそこの辺切っちゃったんで、配線を新しくというか、ちゃんと延長しなくちゃいけないですね。あとチャコールフィルターにつながったパージコントロールソレノイドバルブ、これもう使わないと思って切っちゃったんですよね。で、ただ調べてみると、日本の、排ガス規制に引っかかる可能性があるっていうことで、ちょっともう一回取り付け直そうと思います。この辺につないで、これもだからこれ多分12ボルトかな。でこっちがこっちの方がコントロールで、ECU につながるという感じで復旧させる予定です。再びハーネス類をインストールしつつあります。そして
エアフィルターはこういうのにすることにしました。ちょっとですね、ここに置くと後々困ることが発生するので。ただですね、もう意外とこのマスフローセンサーが大きくて入んないんですよね。なのでこの辺切っちゃおうと思ってます。で、あとはこの辺ですね。もうちょっとこの固定方法をなんとかします。で、クルーズコントロールのアクチュエーターはこの辺に置こうかと思ってます。なんとかちゃんと押すまでになりましたね。Should fit. The hood? Food. Let's try. Oh well. トランスミッションが安かったんで、ちょっと予備で買ってみました。理由はですね、このシフターボックスをミジェットのシフターボックスとかシフト位置に合わせてここまで移動させなくちゃいけないんですね。で、リンクを使うのではなくて、このシフターボックスそのものをこの位置に移設できないかと思って、予備ということも含めて買ってみました。イメージとしてはこういうのをイメージしてたんですね。このギアボックスから、シフトリンケージがガーッと伸びてきて、でこの辺で折り返してこっちにつなぐということを考えていたんですが、中をですね調べてみたらちょっといろいろと宮田のトランスミッションを工夫してあってですね、このシフターボックスそのものもこのギアボックスというか、トランスミッションの一部として機能してるっていうものだったんですよね。でまず1個目の問題が、ここに見えるかな、バネがあるんですけれども、これを押すと見えるかな、動くわけなんですが、そして反対側にもバネがあります。このバネの強さが全然違うんですよね。こっち側についてるこのバネが、1足2足側で、こっち側の大きい方、これが、4足じゃない、5足とリバースですね。5足リバースとかで押すためのものなんですが、すごく強さが違うんで、これを逆方向にすると1足2足がすごい重たくなっちゃうと、入れにくくなっちゃうっていう問題が発生するのですね。でさらにこの実際シフターの根っこがここに入るんですけども、シフトノブかで、これがこういうふうに、そして前後に動くというものなんですが、このリバースのところだけ形が違うんです。左右対称じゃなかったんですよね。わかりますかね。こっちが、テーパーが切ってあって、こっちはテーパー切ってないと。なぜかというとですね、この中にピンがあるんですよ。見えるかな。こいつですね、こいつ。見えないかな。ピンがあって、これでリバースが変な位置に入らないようにと、こいつをガイドしてくれてるんですね。なんでこいつをですね、こっちにから180度回転させちゃうと、このリバース変な位置に入らないようにせっかく工夫してあるこの機構が無駄になっちゃうんですね。で下手するとリバースじゃない変なところにギアが入ってニッチもサッチもいかなくなるということで、やるとしたら
この回転させずにこのまま持ってきて、ここに穴を開けると。まあできないこともない。でもすごく大変と。何よりもここでガタがちょっとでも出ちゃうと、せっかく宮田というか松田が頑張って設計してくれたこのシフトフィールとかこのリバース、間違えて入らないように機構がですね機能しなくなっちゃうんで、ここはですねまあやるとしたらまあせいぜいこうする、短くするぐらいが精一杯でもそれだと全然所望の場所からはるか彼方なんですよね。これだと意味がないんで、このシフターボックスの移設はちょっと諦めて、当初の予定通り、ここからリンクで新しく作ったギアボックスじゃないや、シフトノブにリンクさせようと思ってます。で、元の形というか元の形状はこんな感じなんですよね。こんなです。でこれが動くと。でこっち側が硬い、すごく硬い。でこっち側はこのバネが弱いんでもうスコスコ入ると。5速はちょっと硬め、そしてリバースはすごく硬めという機構になってますというもんですね。よくできてますね。でここはあれです、ニュートラルとかのニュートラル側かな、どっちかな、ニュートラルです。ニュートラルのセンサーが当たるところですね。できました、こんなのね。これをそれじゃこっちからそれでこいつがヒューズボックスを固定します。ステーですね。